今私はクロアチアの南部にあります観光地ドゥブルブニクに来ております。このドゥブルブニクは町全体がユネスコの世界文化遺産に登録されている旧市街があることで有名です。今日はこの旧市街が一望できるスルジ山という山に登ってみたいと思います。頂上には展望台があるほか、ナポレオンが建てたと言われますフォートインペリアル皇帝の要塞もありますので、そちらも見学してみたいと思います。では行ってみましょう。山頂までは約410メートル標高であります。そんなに高い山ではありませんが、ロープウェイとハイキングコースの2通りで上がることができます。せっかくなので、歩いて登ろうかなということで今登っております。今のところ普通の登山道という感じですね。勾配はさほど急ではありませんので、多少なりとも登山の経験のある私にとってはなんとかなる道のりかなという感じです。普通の登山道だった道がちょっとずつですが要塞への参道っぽくなってきたような気がします。ただまだ半分も来てないと思いますので、まだまだこれからです。石碑が出てきましたので、ちょっとずつ要塞に近づいてるんだなという感じがしてきました。まだまだ道はこんな感じで先長いですけれども、頑張って登りたいと思います。正面に見えますのはアドリア海ですね。対岸はイタリアになるはずです。画面下の方に見えてきましたのが世界文化遺産でありますドゥブルブニクの旧市街であります。今映ってますのがいわゆるダウンタウンのあります新しい方の市街ですね。ここからずっと左の方に向いていきますと、画面下の方に旧市街があります。塔があるあたりが要塞ですね。旧市街の左奥にあります島ですね。あれも要塞化された島だそうです。いや、だんだんと旧市街がはっきり見えてくるようになりました。本当に綺麗です。標高が上がってくるにつれてだんだんと見晴らしが良くなってきますね。向こうにクロアチアの国旗とともにロープウェイの山頂駅が見えてきましたので、もう間もなくですね、ナポレオンの要塞もすぐ眼前に見えます。どうやらフォートインペリアルへの最後のコーナーだったと思います。ここまっすぐ行きますと、砦の入り口の方につながっているように思います。砦の真横まで上がってきました。フォートインペリアルの、真横に来ております。確かに歴史感のある重厚感のある建物です。おそらくここが入り口だと思いますので入ってみたいと思います。山頂には、ロープウェイの山頂駅の他にレストラン、あと、博物館のような施設があると聞いてます。今砦の外塀のすぐ内側ですね。右側が砦の建物になります。こちらが砦の正面入り口前ですね。案内板があります。1806年から1812年に建設されたというふうになっていまして、ナポレオン一世の時代ですね。有料の博物館のような施設になってますんで、中には入りませんけれども、こんな感じであります。では一旦城壁の外に出まして展望台の方に行ってみたいと思います。こちらの建物がロープウェイの山頂駅ですね。この裏側に展望台がありますので行ってみたいと思います。
大きな十字架のモニュメントがありますが、あの辺りが公式の展望台になります。上にはクロアチアの国旗がなびいております。ご覧のような眺望ですね。素晴らしいです。今画面に映っていますのがドゥブルブニクのダウンタウンのある市街ですね。で、左の方ずっとカメラを回しまして、今ご覧いただいている中央のあたりが世界文化遺産に指定されている旧市街です。城壁で囲まれた城壁要塞都市で、だいたい12世紀頃から建設が始まったものというふうに言われています。太陽の光が海に反射して非常にキラキラして綺麗ですね。下の方からロープウェイが上がってくるのが見えます。ロープウェイの下山した最終の駅は旧市街の真横になりますので、そこから後ほど旧市街の方に行ってみたいと思います。今私はセルビアの首都ベオグラードの旧市街に来ております。今日はこれからこのベオグラードの旧市街で一番の観光スポットでありますベオグラード要塞を散策したいと思っております。ここベオグラードはドナウ川ともう一本の支流の合流点ということもありまして、古くから戦略的な要衝として、いろんな国々から侵略にあってきたところであります。そういった中で紀元2世紀頃からこのベオグラード要塞の建設が始まり、建設されては侵略戦争等によって破壊されの繰り返しを続けてきました。今現在は無料の公園と一部開放スペース、あと博物館などがある市民の憩いの場となっております。では行ってみましょう。重厚なゲートが出てきました。ここから先が要塞の内部ですね。こちらが時計塔ですね。時間は止まっているようですが、この下が門になってまして、さらに奥へ進んでいけるようです。おそらくこれが要塞の内側になると思います。広い公園になってまして、こういった売店なんかもありますけれども、入場は基本的に無料ですので、ベオグラード市民の方も散歩だったりくつろいだ時間を過ごすところとして使われているようですね。右に行きますとチャペルと展望台のようなものがありそうなので、そっちに最初に行ってみたいと思います。非常に静かでのんびりとした感じが心地いいですね。さっき展望台と書いてあったのはおそらくこの監視台のことですね。城壁の一番、外周部分に少し高くなった物見櫓的な塔があります。これが監視塔ですね。ここにも要塞の城壁の外側に出る門がありまして、ちょっとくぐってみたいと思います。正面に教会のような建物がありますので、あれがさっき案内板にあったチャペルでしょうね。降りられそうなのでちょっと行ってみたいと思います。外側から城壁を見るとこんな感じですね。これが先ほど内側から見た監視塔です。正面に見える大きな川はドナウ川ですね。ちょうどドナウ川の支流が左側から合流するポイントですね。
確かに、要衝らしい場所にこの要塞は立ってるなという気はします。先ほどのチャペルからさらに階段がありまして、その階段を降りてきますと、ここに、壁画が綺麗なことで有名な聖ペトカ教会がありました。本当に小さな教会なんですけども、中の壁画が非常に綺麗で有名です。ちょっと中に入ってみたいと思います。残念ながら中は撮影禁止のようでしたので鑑賞だけしてきましたが、非常に素晴らしい壁画だったですね。ちょっとこれはガイドブックの写真を探して載せたいと思いますので、そちらでご覧ください。聖ペトカ教会から再び階段を上がってきたところにまた教会がありました。こちらは聖ルジッツァ教会という教会だそうです。ちょっと中に入ってみたいと思います。こちらも先ほどの聖ペトカ教会ほど鮮やかではありませんけれども、壁から天井にかけてドーム状の部分に、壁画が施されています。そんなに大きな教会ではないんですけれども、先ほどの聖ペトカ教会と並んで立っているこの教会も非常に厳かで壁画がダイナミックな感じですね。ちょっと暗いので映像では分かりにくいかもしれません。では出たいと思います。先ほどの2つの教会から元来た道を戻ってきまして、再び要塞の城壁の内部に戻りたいと思います。ちょうど今画面正面の大きな川ですね、これがドナウ川です。で、手前の左から合流しているのがドナウ川の支流ですね。ここにももう一つゲートがありますので、ちょっと見てみたいと思います。先ほどの案内板の表示によりますと18世紀頃のもので、様式としてはトルコの様式のようですね。門の向こうにドナウ川が見えます。川沿いにずっと展望スポットが続いてますね。こちらにもモニュメントがある綺麗な展望台があります。この展望台の中央にありますこのモニュメントなんですが、これポペドニクというそうです。第一次世界大戦でセルビア軍がオーストリア軍に勝った時の記念として建てられたもので、日本語ではこれ勝利の塔というふうに言うそうです。ちょうどこの展望台に監視スペースがありますので、ちょっと入ってみたいと思います。確かにここからですとドナウ川と支流が合流する要衝がよく見えますね。
このベオグラード要塞の歴史に関する展示写真が並べられています。城壁の外に出まして、今再びドナウ川の方に向かっておりますが、今正面に見えてきてますのが王の門と、キングですね、王の門と呼ばれる門です。ちょっと近くに行ってみたいと思います。これが王の門という門です。やはり王の門というだけありまして、石造りで非常にしっかりした橋ですね。で、両側にきちんと街灯も2つついてます。この要塞の主はここを専用の入り口出口として使ってたんでしょうね。王の門を一応最後にですね、ベオグラード要塞の散策を終えたいと思います。私は今北マケドニアの首都スコピエに来ております。今日はこれから画面正面に映っておりますけれども、旧市街の横にありますスコピエ要塞を散策してみたいと思います。では行ってみましょう。旧市街の横を抜けてスコピエ要塞のすぐ真横までやってきました。入り口はもうすぐですね。スコピエ要塞の外側の入り口ですね。正面に要塞のメインの城壁が見えてきました。先日まで行ったセルビアのベオグラードにありますベオグラード要塞と同様にですね、こちらも無料で開放されてまして、観光客以外にも地元の人たちの散歩だったりジョギングだったりの憩いの場ということにもなっております。ようやくスコピエ要塞の入り口に着きました。規模で言いますとベオグラード要塞よりもかなり小さいのは確かなんですけれども、その分ですね効率的に当時の遺構を見て回れるんで旅行者にはかえってありがたいかもしれませんね。要塞の一番高い部分ですねにたどり着きました。ここからさっきの山と反対側になりますが、こちらが現在のスコピエの市街地ですね。このスコピエ要塞は6世紀頃ですね、から建造が始まったとされていまして、実は今でも建設もしくは修復工事が続いているということであります。一番高いところに、モノビアグラ的な塔が2つありまして、非常に要塞らしい雰囲気になっています。城壁に沿って歩道がありますので、ちょっと行ってみたいと思います。今日は非常に天気が良くって見晴らしもいいですので、高いところに立ちますと本当に綺麗ですね。城壁の一方の端まで来ました。では来た道を戻ってもう一方の城壁内側の歩道の方に行ってみたいと思います。
もう一方の歩道に来ました。片側に鉄の柵がありますので、安全に散歩ができるようになっています。この城壁の顔ともいえるこのノビアグラ的な塔ですねの真下まで来ましたが、非常に重厚感があって立派ですね。こちらに先ほどの塔からするとだいぶ背の低い、おそらくこれも物見櫓的な構造物だと思うんですけどもがあります。中に入れそうなのでちょっと中に入ってみたいと思います。よいしょ。ここからですとより市の中心部がよく見えますね。もう少し先に進んでみたいと思います。ずっと城壁に沿って歩道が続いておりますが、今思ったんですが、この感じ構造は中国河北省にあります万里の長城によく似てますね。個人的にはよく似ててそっくりだと思います。もちろん万里の長城の方が規模ははるかに大きいんですけれども、非常によく似てますね。この城壁の頂上が見えてきましたので、そこまで行ってみたいと思います。もう少しですね。おそらくこの構造物がこのスコピエ要塞を紹介する写真なんかで使われる塔だと思います。一番高い塔まで来ました。ここは木製の台に上がれそうなのでちょっと上がってみたいと思います。ちょっと怖いですけども大丈夫かな。ここからですとほぼ360度スコピエが見渡せます。カメラを360度回してみたいと思います。では戻りたいと思います。スコピエ要塞を降りて外側に回ってきました。非常に綺麗に見えます。石造りの城壁が堅牢な感じがするのと、あともちろん歴史感もたっぷりありまして、非常に見応えがありました。今私はギリシャの首都アテネに来ております。今日はこれからアテネの観光の一番のスポットでありますアクロポリスを散策したいと思います。目の前にもアクロポリスが見えていますので、順路に沿って、入場口まで行きたいと思います。途中にこうしたさまざまな遺跡を横に見ることができます。こういった遺跡も後ほどまた回っていきたいと思いますが、とりあえず今はメインのアクロポリスに行きたいと思っております。登り始めて約5分ですね。もうじき、エントランスになります。チケットオフィスに着きました。人が集まっているところの左側がそうですね。入場料は確か10ユーロですので1600円ぐらいだったと思います。事前のインターネットの情報や昨日下見した感じでは
入場料10ユーロのはずだったんですが、なぜかフリーと言われました。確かに0ユーロのチケットを渡されましたので、ちょっとこれで入れるかどうか行ってみたいと思います。ちょっと緊張しますが行ってみましょう。入れました。これは予想外のラッキーですね。10ユーロ得した気分です。今時間は午前9時30分なんですけども、もしかしたら朝早い時間帯なので、フリーなのかもしれません。ちょっとよく分かりませんけれども、劇場ですね。古代ギリシャ時代のこれは円形のおそらく劇場だと思います。アクロポリスが目の前に迫ってきました。すごい迫力ですね。目の前にアクロポリスの心臓部であります神殿が迫ってきました。さらに近づいてみたいと思います。パルテノン神殿が見えてきました。立派ですね。いや感動です。エジプトのピラミッド以来の感動ですね。ちょっと震えてくる感じがします。パルテノン神殿のすぐそばまで寄ってきております。すごいですね。修復中なのでしょう、おそらく。仮設の足場のようなものが組まれていますが、それでも姿は十分に確認できます。では周囲を少し回ってみたいと思います。案内板ですね。パルテノン神殿です。かっこいいですね。ずっと見てても飽きないですね。パルテノン神殿の横に小さな神殿のようなものがありますので、ちょっと行ってみたいと思います。パルテノン神殿の入り口から向かって反対側ですねに大きなギリシャ国旗がはためいているところが展望台のようですので、ちょっと行ってみたいと思います。こちらの面が入り口から向かって反対側ですねの面になります。展望台の上は人でいっぱいですね。めげずに行ってみましょう。アテネ市街が一望できますね。さすがアクロポリスです。画面正面
に見えます仮設の足場がある大理石の柱が立っているところですね。あれがおそらくゼウス神殿だと思います。展望台からパルテノン神殿を見たところです。非常に綺麗ですね。では展望台を降りて、パルテノン神殿の方に戻りたいと思います。パルテノン神殿の側面反対側にも展望台があるようですので行ってみたいと思います。こちらには過去の修復工事の歴史がパネルで展示をされています。こちらがパルテノン神殿の反対側の側面ですね。大理石の柱は右側の途中から崩れてなくなっておりますが、しかし修復跡はさほどこちらもないので非常に綺麗ですね。パルテノン神殿の正面ですね、に出てきました。何回見ても綺麗ですね。本当に素晴らしいです。この角度で見るのが一番パルテノン神殿らしいですね。それではパルテノン神殿を後にしまして、順路に沿って、先ほどもありましたがサウザンスロープですね、あともう1箇所ありますので、そちらの方に行ってみたいと思います。アクロポリスの入り口のおそらくこれは門だと思います。再びここをくぐって、降りたいと思います。アクロポリスを出てきました。順路に沿って、進んでいますとこちら標識がありまして、左に進むとサウススロープで、あともう一つですね、ディオニサス劇場と読むんでしょうかがあります。こちらの左の方に行ってみたいと思います。これがおそらくディオニサス劇場ですね。アクロポリスに入る前に少し見た劇場ですね。サウススロープをずっと今下ってきておりますが、アクロポリスの城壁ですねが綺麗に見えます。この辺りにも大理石の遺構がありますね。古代ギリシャの遺構が点在している感じですね、このサウススロープは。アクロポリスの城壁がすごい迫力ですね。案内板によりますと The Sanctuary of Asclepios と読むんでしょうか。聖域のようですね。おそらく、神事なんかで使われた場所なんじゃないかなと勝手に想像しております。出口に向かって進みたいと思います。こちらにも遺構があるようですね。こちらも円形劇場の一種ですね。アクロポリス一帯の有料エリアの出口が見えてきました。今日はここギリシャの首都アテネにあります、アクロポリスを散策してみました。